王鵬、東京都出身大嶽部屋、美ら海、沖縄県出身木瀬部屋、藤の川、京都府出身伊勢ノ海部屋、若隆景、福島県出身荒汐部屋、小結熱海富士、静岡県出身伊勢ヶ濱部屋、最後は大関琴櫻、千葉県出身佐渡ヶ嶽部屋。こちら富士陵河のもう新入幕で応援タオルがあるということで、このように昇進のスピードに髪の毛の伸びる速度が追いついていないということでざんばら頭です。対するは入幕2場所目の朝白龍、初対戦初顔合わせということになります。朝白龍は四つ相撲、相手を組み止めたい。対する富士陵河は押し相撲です。手を出していきました富士陵河、左の押っつけです。手をつっかい棒のように相手の肩に置いておきます。そこから一気に喉輪に迫っていく突き落とし、朝白龍の勝ち、うまくいなしました。朝白龍勝って3勝目、富士陵が敗れて2連勝できていたんですが2敗目、星が五分に戻りました。内容いかがでしたか？そうですね、やっぱりこの富士陵河も、感じていることだと思うんですけど、やっぱり十両の時にはこのまま馬力でね持っていけたりするんですけど、やっぱりこの幕内金峰山はここまで2勝1敗、昨日朝水龍、十両の朝水龍と取り組み組まれまして勝ちました。そして琴恵光はこの綺麗なしこに連日エディオンアリーナ大阪のお客様から大きな拍手が送られております。本当に綺麗ですよね。すごいですね。顔合わせ初対戦ということになります。右四つ得意の琴恵光に押し相撲得意の金峰山、金峰山四つ身は右四つでも取ることはできます。立ち合い強烈なもろ手突きがあります金峰山です。今日はどうでしょうか。おっと変わりました、変化、琴恵光の勝ち。初対戦で琴恵光が変化、琴恵光2勝目、金峰山バタッと落ちました。2敗目です。左に変わりました。狙ってましたね、これはね。はい、こういう思い切った作戦というのはどの時点で考えるんですかね。仕切り繰り返して相手の様子を見ながら考えるのか、それともさあ、そしてこちらもベテランです。御嶽海、対するは錦富士です。御嶽海押し相撲、対する錦富士は左四つが得意という両力士、過去の対戦は御嶽海の3対2です。錦富士は近畿大学に在籍していたこともありますから、この大阪はゆかりのある土地ということになります。準ご当所みたいな感じですね。そうですね。2勝1敗同士、4日目の相撲です。手を出してきました。張っていった錦富士、左をねじ込みます。上手は御嶽海、胸が合う。左四つは錦富士得意の形ですがもろ差しになりました。右の上手離しません御嶽海、ただ寄っていく、ちょっと引いてしまった御嶽海、寄り切り、錦富士の勝ち。最後は土俵際少し引く動きがありました御嶽海、そこを出ていった錦富士です。いかがでしょう。右でちょっと張っていきましたね。そうですね、この左の下手良かったですね。でこの肩の位置がどんどんそう下がっていくんですけど、これ肩の位置が高いままだと御嶽海にまだ有利な形なんですけど、この錦富士がどんどん今日は10勝という話をしました。昨日朝紅龍に勝って白星を先行させた
朝紅龍の圧力に負けずさっと中に入っていい相撲を見せた昨日の富士青雲です。で翔猿は昨日朝乃山戦勇み足で白星を拾ったと、しっかり足見てましたね、出るところさあいろいろ仕掛けがある翔猿ですが、新入幕の富士青雲初対戦でどうでしょうか。正面からいった中に入りました翔猿、右四つです。向こう側上手はどうか、引けていない。かいなを返しながら富士青雲です。上手を探ります。背中が富士青雲、上手、いや切れた、一瞬引きかかったんですが切れました。土俵中央胸が合っています。右四つ、翔猿も右四つ取れなくはないですが、四つ相撲は富士青雲優位か。下手深くしました富士青雲です。向こう側一瞬回しを切る動き、翔猿は向こう側、上手はどうか、引けていないか。富士青雲も手前側左の上手を探ります。少し長い相撲になりました。翔猿が遠ざける、小手に振る富士青雲、残しました翔猿、引いたところ前に出ました。押し出し、富士青雲の勝ち。長い相撲を制したのは新入幕の富士青雲でした。この上手を嫌うこの攻防、見てて力入りましたね、これね。互いにね、やっぱ上手は絶対取らせないっていう稽古も十分ですね。よくついていきましたね。この後です。このタイミングは悪くないけども、しっかり富士青雲がついていって勝負を決めた。若々しいですよね、千代翔馬って。相撲もそうですし、なんかこう体もね、なんか若々しく感じるんですよね。確かにあんまりこう昔と見た目も変わらないですよね。なんかさあ時間になりました。過去の対戦、朝乃山の3対0、実は約3年ぶり4度目の対戦。じゃあ怪我の前。そうです。で千代翔馬、この朝乃山に勝ったことありません。朝乃山負けたことありません。どうでしょうか。手をついてもろ手突きでいきました千代翔馬。攻めていくのは朝乃山、組み止めた、すくい投げ。朝乃山の勝ち。自信持って取ってる感じですね。なんかやっぱ合い口ってあるんでね。はい。になってくるとね、こう一生懸命ものど輪でこうやっぱり吸い込まれるようにもこう右四つに、ね、なってしまってるんでね。改めてですが、ここでまさに吸い込まれるように、だから右四つにはなりたくないからああいう立ち合いしてるんですけど、やっぱこうですが、昨日富士青雲に敗れて初黒星となりました。幕内力士としては2度目のご当所ということになります。昨年は6勝9敗負け越しましたから、今年は幕内力士として筋肉の盛り上がり、カットがね、肩の筋肉なんて出てますからね。すごいですよ。この間ちょっと YouTube で出てもらったんですけど、兄弟でね、もう筋トレにはすごい、もう場所終わったらすぐやるみたいですからね。下から朝紅龍、右四つ、左四つに組みました。さあ四つ身になってどうか。欧勝海、左四つ得意ですが、下手投げ、朝紅龍の勝ち。こう左四つで欧勝海に勝ちました。ただもう今投げた後めっちゃ気持ちよさそうな顔してたんですねめちゃくちゃ余韻に浸ってたな今。リプレイです。これ立ち合い下からね、突き起こしていって、上にこう抜けたわけじゃないですけど、食い止められたかなと思ったんですけどね。やっぱこの辺でも小さいけどやっぱり体の力もありますし、やっぱこう回しもね取らせないっていうのをうまくね、体腰を振って、その振り分けでいうと、でもね、別にやっぱ違うじゃないですかぶっちゃけそんな言われても強引に言ってる。でも応援団来たんじゃないですか。いや来てくれたんですよ、応援団は大阪もそうだし福岡も来てくれたんですけど、ちょっとやっぱ違うじゃないですか。なるほど、だからこれめちゃくちゃね、力あれすると思うんですよね、ご当所っていうのは。きっとね、今日もね見てると思いますから、でもやっぱね、地元の応援してくれてますから、
時矢颯左四つ、ローが右四つ得意、右四つになりました。ローが上手、胸が合う、ローガが迫ります。足も使う時矢颯、ローが上手投げ、下手投げ、投げの落合の表情、どうだ、下手投げ、勝ったのは時矢颯。もう自分より体の大きなローガを最後は不利な体勢から下手投げ決めてみせました。館内が沸きましたね。そうですね。なんか、こうね、やっぱ今日やっぱこうやって、今日もね、こう本当にずっと攻め込まれてはいましたけど、こうね諦めずに最後までね、本当にもうここ絶対絶命なとこだったんですが、体も流れてますけど、この辺のやっぱ柔らかさがね、センスですね。しかも下手一度対戦相手獅子とは過去2度対戦あって2勝しています。ですから合い口のいい相手。玉鷲が2勝。そうです。で1年ぶりの対戦ということになります。獅子は昨日豪ノ山に敗れて連敗で1勝2敗という状況。獅子最近押し相撲もいいんですが、もともと四つ身で取ってましたから、今日押し相撲の玉鷲にどう出てくるかですね。玉鷲は徹底した押し相撲です。軍配返りました。頭でいった、まわしを引きにいった獅子、取れませんでした。押し合いになる、頭を低く獅子、はたき込み落ちない、小手投げもあるぞ。玉鷲、土俵際どうだ、お互い残す。玉鷲が右の上手を取った最後投げられてしまいました。逆転獅子、勝ったのは獅子。玉鷲、記録達成の日、白星で飾れませんでした。いやでもいい相撲ですね。いやすごいですね。なんかまだまだなんかもう20代、自分から右の上手取りましたね。びっくりしましたけどね。獅子は立ち合い上手探りに行きましたね。そうですね。てかもう本当にもうなんかこの今実況の間もずっと獅がめちゃくちゃ多い感じしますね。もう聞いてて横でもすごい押し出しとかもう押しもう獅がめちゃくちゃいっぱい聞こえてくるんですね。なんか立ち合いから踏み込んで止めれてるのかなっていう感じがしますよね。さあ豪ノ山、昨日は獅子相手にも電車道一方的な素晴らしい相撲を見せて3連勝としています。3連勝ですからね。はい、この後登場します。先に腰を下ろしました豪ノ山。続いて正代。下から押し上げる、もろ差しになりました豪ノ山。振りほどいて突き落とし、正代の勝ち。豪ノ山、中に入って今場所残念ながら初黒星ということになりました。正代勝ちました。リプレイです。これいつもの豪ノ山の立ち合いだと思うんですが、そこから中に入りましたね。この右からこの振る大栄翔9連勝中。合い口悪いですね。ちょっと嫌なんですよね。見てついてくるんで、で早い突きというよりはしっかり見て重いのでこうトントントンとこうついてこられるんで、裏的にはやりにくいだろうなとは思いますね。宇良も近年は結構まっすぐね押し込んでいくような相撲もありますし、あとは足を取ったり反り技なんかもありますが、大栄翔は押し相撲です。突き押しがあります。軍配返りました。正面からいった思いっきり当たっていった宇良、突き返して大栄翔土俵際残します。宇良低い体勢起こす大栄翔、今度ははたいたはたき込み、大栄翔の勝ち。宇良は今場所の初黒星、大栄翔は今場所の初白星。合い口が出てますね。やっぱしっかり見て、これ立ち合いも大栄翔はちょっと余裕を持って見てますね。自分から突っ込んでいくっていうよりかは来たものに対してポンと突きをねし
一つ合わせてっていう感じですもんね。世界ですから本音ですよね。そうです、はい、そうなんですよ、はい、本音で言うとラッキーみたいな感じなんですけど、うん、なんかね落ち着かないっていうか、自分はちょっと嫌でしたね。ですから今日欧勝馬がどういうメンタルで土俵に上がっているか、に対する隆の勝は隆の勝って勝つ時優勝争うぐらい大勝ちするイメージがあるんですよね。最近大勝ち大負けが多いですね、隆の勝は。でもその勝つのは結構本当優勝に絡むぐらいの勝ちのイメージあるんですよね。ですね。はい。さあ4連勝なるでしょうか。軍配返りました隆の勝です。頭でいった、一気に持っていくか、叩き込み、もう先に膝がついていましたかね。決まり手どうなるでしょうか。勝負を制したのは隆の勝です。いいですね、なんかいい時の隆の勝って感じしますね。足の運びとかもね。隆の勝一気に出ていきました。もうここで膝がついていましたかね。クジラの鍋ですからね、そんな安いわけないっていう。そうなんです。しかもクジラのハリハリ鍋って基本的に畝のところですかね、でやるんですけど、尾道ってそのめちゃくちゃ高級なクジラの、尻尾の方のですね、尾道の方のでやったんですよ。そんなのしゃぶしゃぶにしないぐらいのやつなんですけど、それでやったんでどんどん出てきたんですよね。ちょっと時間になってしまいました。押し相撲の一山本、四つ相撲の平戸海です。好取組。頭でいった一山本、引きました。落ちません平戸海です。中に入りたい平戸海、右が入りました。寄り切り平戸海の勝ち。平戸海、昨日は隆の勝のはたきに落ちたんですが、今日はしっかりついていきました。最後は中に入って相手を土俵の外に出しました。しっかりこの引きっていうのがね、頭に入ってた感じしましたね。最後2本向こう側同級生といただいてるんですが、失礼しました、同級生ですか。でしょ、同級生でしょ。なんか同級生って言ってたよな。そうです、ごめんなさい。平成11年の8月26日が琴勝峰で、平成12年の王鵬2月なんで、そうです、同級生です。失礼しました。同級生でした。だからそれで意識してるっていうのはなんかこう、YouTube で言ってたなと思って、よかった、俺間違いじゃなくて。失礼しました。私が間違えておりました。大変失礼いたしました。さあ、お互い押し相撲得意です。低い体勢は琴勝峰を突っ張っていきます。まず押し合いになった。少し引いた、入れ替わりました。落ちません王鵬。いいねこれ。なおも押し合う。お互い視力を尽かします。王鵬土俵に落ちます。突き落とし。琴勝峰の勝ち。これはいい相撲ですね。お客さんも喜びますね。いや、熱戦になりました。もう最後の方、そうですね、もう最後気持ちで取ってるのが分かる。これはいい相撲だ。いや、これはお客さん見ててまさに手に汗握る。これはだからもうなんかこういう相撲を見ると、そのなんていうんですかね、勝ち負けじゃなくてこの一番にね、こうやっぱ本当に拍手を送りたいというか、負けた王鵬にもねやっぱりこう、よくやったっていうね、この拍手を送りたくなりますよね。これね、お互いやっぱなんだろう、もちろんどの取り組みにも一生懸命でしょうけど、これなんか負けたくない相手だったからこそ最後の残りでもだからその1年前とはちょっとね今こう見てて違う感じがするんでね、その感覚でいっちゃうと若元春もやられてしまう可能性はあると思うんですよね。多分1年前とはまだちょっと違いますからね。左四つ得意の若元春、右四つ得意の熱海富士です。1年ぶりの対戦。手をついてはっけよい
踏み込んでいった若元春、一気に前に出た熱海富士、持っていきました。押し出し、熱海富士の勝ち。熱海富士、何もさせませんでした。いやなんか多分本当に思ってるよりっていう感じだと思うんですよこれ。で若元春の方があれなんか強くなっている。圧力でも若元春も結構踏み込んだように見えたんですが、もちろん踏み込んではいるんですけど、はい多分この一番に関して、その若隆景は膝の大怪我もありました。その膝にはテーピングが巻かれています。さらにそれに加えて今場所は右肘のサポーター対する霧島、霧島も首の怪我などで苦しんだ時期があったんですが、番付を関脇まで戻してきて、さあ今場所どうかというところ。4日目です。ついて低い立ち合い、押し込んでいくのは霧島、右四つです。上手霧島、まわしを切りに行く若隆景、切らせません霧島、引きつけて前に出ていく、寄り切りました。霧島の勝ち。いいですね霧島勝って3勝目です。若隆景を退けました。お互い低い立ち合いでしたね。でもやっぱ痛い方からつけられて力出ないんですかね。この上手も速かったですしね。霧島本来勝ちましたからね。そうですね。やっぱこの勝負感、勝負どころとかがね、やっぱ素晴らしいものがあるんで。決して青錦もちょっとね足が揃ったりするところがあるんですよ。そういう場面で美ノ海にパッとこう、押し込まれるようなことがあると、ちょっと怖さもあると思うんですけど。青錦は2日目吉野富士に敗れたんですが、昨日若隆景に勝って連敗はしませんでした。綱取りがかかる場所。対する美ノ海、昨日は大関琴櫻土俵際まで追い込んだんですが、最後すくい投げで逆転負けを喫しています。さあ大関グイなるか。美ノ海対する青錦、ここから連勝か。軍配返りました。左手突っ張っていきます青錦です。うまくいなした。起こそうと美ノ海、右ののど輪は青錦、右の押っつけ美ノ海、左を覗かせた青錦、下からあてがってもろ差し中に入った美ノ海、引いた青錦、軍配は美ノ海、勝ったのは美ノ海。最後土俵際青錦が思わず引いてしまいました。青錦4日目に2敗目。豊ノ島さん、そうですね。おっしゃっていた通りになっちゃったから。改めて青錦美ノ海戦振り返りたいと思いますが、青錦まず突っ張っていきましたね。そうですね。この辺までの流れは良かったんですけど、やっぱちょっとこの押し切れなかった後とか、少しこの慌ててやっぱ下からうまく取ってますよね美ノ海が。でこのやっぱ引いたとことかやっぱ体すっと持っていって、うまいですよね。やっぱりこのなんていうのかな、これはもう自分も経験もないですし、このやっぱ綱取りっていうそこまで青錦自身が意識はしてない、してるかしてないかもう本人しかねわからないところですけど、でもやっぱりこの周りなんかね注目の一番ですね。大関琴櫻、元大関高安、ただ星の上では高安2つリードしています。右四つの琴櫻、左四つの高安、琴櫻もろ差しでも相撲取れます。ちなみに先場所は先場所は琴櫻が勝っています。ただその前は高安3連勝しています。面白いですね。さあどうなるか。
刺しに行きました。左を刺しに行った、させない高安。右を覗かせた、はずれをそうと琴櫻、右四つになった。上手は高安、向こう側どうか琴櫻、右四つで胸があった琴櫻、優位な形。高安は上手引いていますが、得意と逆の四つ、真っ赤に琴櫻、そこを出る、左から突き落とし、この板、出し投げ、頭をつける高安、押し出し寄り切り、高安の勝ち。見事。高安4連勝です。大阪は強い、俺の場所だと高安、初日から4連勝。うまかったですね。巻き返しに来て攻めていって、これ左させなかったですよね、高安。まあでも右でも取れますからね。しかも上手の位置も良かったですね。でこれ、これせっかくなんでタッチペンお願いします。でもこれ一旦リプレイ終わった後、タッチペン、はい、お願いします。はい、なんか掛け投げとか思い切った投げもありますし、でもこう捕まえるというか一気に前に圧力かけようと思ったら、この土俵際の、ね、昨日の大野里戦じゃないですけど、こう動きのいい思い切った、ね、引き技とかもありますからね、何でもやるでしょうから。そうですね、こちら豊昇龍です。もう4連勝を決めた高安が土俵の下から見つめます。時間になりました。エディオンアリーナ大阪、大きな拍手に包まれます。昨日の一番でこの藤ノ川への注目度、そして期待感は一気に高まりました。2日続けての横綱戦、昨日は横綱初挑戦で大の里から大金星。さあ2日続けてビッグアップセットなるのか、それとも豊昇龍3連勝できました横綱がしっかりとその力を誇示してみせるのか。3月場所4日目結びの一番です。4倍返りました。初対戦、横綱豊昇龍対するは藤ノ川。はずで押していく、前に出ていく藤ノ川、右の突き、引き落とし。藤ノ川なんと2日続けて大金星。豊昇龍4日目で初黒星。なんと藤ノ川2日続けて大仕事をやってのけました。2日続けてなんと横綱を土俵に這わせたという藤ノ川。鳥肌が立った。いやなんとね、これ横綱差しに行ったんですか。張り出しに行ったんですね。ちょっともちろんそんなつもりはないですけど、ちょっとさばいてやろうかなぐらいの感じだったかもしれないですね。そしたらこうやっぱ前にこうね、藤ノ川が前に攻めてって思いっきりのいい叩きですね。霧島、青錦と注目力士に勝っての2勝ですからね。そして今場内にアナウンスがありました。今日から横綱大の里休場ということで、今手元に診断書が届いたんですが、左肩の脱臼ということで3週間の安静加療を要する見込みであるという診断書。左肩の方、したがって吉野富士不戦勝ということになります。ちなみにこれまで2度対戦あって吉野富士の2勝だったんですね。大の里どっちにしても今日嫌な相手、ただ左肩の脱臼があったという錦さん。
いやこれ青錦戦もこれ面白いですね。大したことしますから。豊昇龍敗れて明日美ノ海戦。弓取式は完登です。これ昨日は藤野川勝って焼肉食べに行きますなんていうふうにコメントしてたんですけど、今日どうするんでしょうね。ちょっとレベル上がるんですね。焼肉じゃなくてなんかちょっとフグとかになってくる。ということでちょっとまだ結びの余韻が残るところですが、この後豊ノ島さんとたっぷりと振り返っていきたいと思います。まだまだお付き合いください。